この男を語るのは難しい。断頭台を命じた王として語れば正しい。恐怖で国を支配した暴君として語ればこれも正しい。だがそれだけを語ることはどこか嘘をついている気がしてならない。1509年17歳で王位に就いたこの青年を最初に目にした人々は言葉を失った。背が高く肩幅が広く赤みを帯びた金褐色の髪が光を弾いた。しかしその輝きは外見だけではなかった。彼はただ愛されたかった。民に、歴史に、神に。その欲求はこの男の生涯を通じて燃え続けた。才能となり情熱となりやがて歪んだ執念となって、なぜ最も愛された王が最も恐れられる王になったのか。その答えは輝かしい前半生の中にひっそりと種として埋まっている。父王ヘンリー7世は愛されることより恐れられることを選んだ人間だった。倹約と猜疑、静かな宮廷、誰も笑わない謁見の間。その重くよどんだ空気の中で育ったこの息子は、父とは正反対の王になろうと心に決めていた。即位の知らせを受けた宮廷詩人マウントジョイ卿は友人エラスムスへの書簡にこう書いた。この国がいかなる歓喜に包まれているか、きっと涙をこらえられなかったでしょう。ヘンリーはその歓喜を手放したくなかった。だから彼は選び続けた。民の前に出ることを選んだ。ラテン語、フランス語、イタリア語、どの国の大使が来てもその言葉で迎えた。神学の議論では学者たちを驚かせ、天文学を愛し、詩を書いた。そして音楽を作った。パスタイムイズグッドカンパニー、良き仲間との気晴らし。狩猟、歌、踊り。宮廷の喜びを学者の言葉ではなく民の言葉で綴ったその曲はやがて城の外へ広まり、酒場でも市場でも口ずさまれるようになった。王の作った歌が民の歌になった。それは偶然ではなかった。彼はそうなることを望んでいた。強さを見せることも選んだ。1511年の大馬上やり試合。ヘンリーは忠実なる心の騎士という仮名で参加し、最多の槍を打ち折り、試合を制した。仮面を外した瞬間、割れんばかりの歓声が試合場を包んだ。その歓声の中でヘンリーは何を感じていたか。おそらくこれだ、と思っていた。これが私の望んでいたものだ、と。人々は彼を我らがヘンリーと呼んだ。その言葉には臣下の義務ではなく純粋な愛が込められていた。そしてヘンリーはその愛を自分の存在理由にしてしまった。愛されることを選んだ者は愛されなくなることを最も恐れる。その恐れがこの男の中に静かに根を張り始めていた。しかしそれに気づく者はまだ誰もいなかった。王自身でさえまだ気づいていなかった。宮廷の歓声が届かない場所が一つあった。海だ。即位した時、イングランドの海軍には船が5隻しかなかった。フランスもスペインも強大な艦隊を持つ時代に、
この国の海の力はあまりに貧しかった。ヘンリーはその数字を見たとき何を思ったか。屈辱だったかもしれない。あるいは好奇だったかもしれない。おそらくは両方だった。彼は選んだ。海にかけることを。1510年、造船所に命じ、新たな巨漢の建造を始めた。600本の大樫の木が、ポーツマスの港で巨大な船体へと姿を変えていった。完成した船の名はメアリー・ローズ。その名の由来については、今も諸説があり、最愛の妹メアリーの名とも、聖母マリアへの敬意とも伝わる。いずれにせよ、この船はヘンリーの誇りそのものであった。イングランドは弱くない。私は弱くない。という誰に向けたのか自分でもわからない必死な証明。1512年、メアリー・ローズは初陣を飾る。フランスとの海戦、サンマ中沖。艦隊司令官はより大きな旗艦を差し置いて、この心臓艦を旗艦に選んだ。そしてイングランドはフランス旗艦を撃破する大勝利を収めた。やっと証明できたと。この勝利がヘンリーを加速させた。治世の38年間で艦隊は5隻から53隻へと育った。海軍委員会を整備し、造船所を拡充し、港湾を近代化した。だが、海がいくら広がっても、宮廷に戻れば、あの問いが待っていた。男子の世継ぎはまだいない。フランス王との外交も、海の覇権も、民の完成も、どれほどのものを積み上げても、たった一つの欠落が、それをすべて色褪せさせた。この時、ヘンリーはまだ30歳を少し過ぎたばかりだった。しかし、その夜の彼の目はもう、若くなかった。愛されることで満たそうとした穴が、愛されれば愛されるほど、深くなっていくことに、彼はようやく気づき始めていた。そして気づいてしまったものはもう引き返せない。1536年1月、ヘンリーは44歳になっていた。かつての引き締まった肉体は、歳月と憂いと食卓の重みを受けて少しずつ変わっていた。それでも彼は鎧を選んだ。側近たちは止めようとした。馬に乗ることを。それはもはや勝ちたかったからではなかった。負けを認めたくなかっただけだ。自分の老いに、自分の衰えに、そして愛されなくなることへの深い恐れに。まだできる。その一言が彼の最後の若さの断末魔だった。1月24日。槍が交わった瞬間、馬が崩れた。全身、鎧をまとった巨大な馬が、王の体の上に覆いかぶさった。王が亡くなったとの声が、城内を駆け巡った。2時間。ヘンリーは言葉を発しなかった。やがて目が開いた。王は生きていた。だが、その目に宿っていたものは、もはやかつての輝きではなかった。足の傷は、生涯を通じて癒えなかった。慢性の潰瘍が骨の奥まで達し、一歩ごとに激痛が走った。かつて馬上で歓声を受けた体が、今や椅子から立ち上がることさえ苦痛に変わった。スポーツを奪われ、動けなくなり、痛みと焦燥の中に閉じ込められた男は、
その痛みの分だけ残酷になっていった。歴史家たちは今も議論する。脳への損傷か、体の苦痛か、それとも積み重なった孤独か。おそらく全てだった。そしてそれが重なった時に人は変わる。アン・ブーリン。ヘンリーが教会を割ってまで一緒になろうとした女性が断頭台に向かった。処刑台の上でアン・ブーリンはこう言った。神が王を救いたまわんことを。これほど優しく、これほど慈悲深い君主は他にいない。その言葉が皮肉だったのか、定年だったのか、歴史は答えを持たない。ただ一つわかることは、この日、ヘンリーが手を下した相手は、アン・ブーリンだけではなかった、ということだ。かつて我らが、ヘンリーと呼ばれた男の最後のかけらが、この朝、静かに息絶えた。1547年1月28日。ヘンリー8世は55歳でこの世を去った。晩年の彼は椅子に運ばれなければ動けなかった。腰回りは130センチを超え、かつて試合場をかけた体はもはや自らの重みに押しつぶされていた。歴史はその姿を記憶する。6人の妻、2人の死刑、数十人の処刑された重臣、宗教改革という名の嵐。それは正しい記憶だ。だが、この2着の鎧の間には一人の人間がいた。愛されたくて強くあろうとした。証明したくて海にかけた。負けを認めたくて鎧を着た。そのどれもが誰かに笑える話ではない。私たちは皆何かを愛されたくて、何かを選び、何かを失いながら生きている。ヘンリー8世という人間が恐ろしいのは彼が怪物だったからではない。彼があまりにも人間だったからだ。愛されたいというあの単純で制御できない欲求が、絶対的な権力と満たされない執着と追いゆく肉体と重なった時に何が起きるか。それを歴史はこの男を通じて私たちに見せている。床に残されたこの楽譜は、暴君が書いたのではない。ただ、誰かに届けたくて音符を並べた一人の人間が書いた。その旋律は今も生きている。それだけは確かだ。